SJVC7000 コントローラーの、使い方の説明をします。本体背面に電源スイッチがありますので、こちらをオンします。画面が立ち上がります。各機能表示の説明をします。こちらが音調キーになります。温度コントローラーになります。ここで電源をオンします。温度コントローラーが立ち上がります。こちらのノブが、バルブプレッシャーになります。バルブの突出圧、インパクト力ですね、それをここで調整します。ここで調整したものはこのバルブというゲージに表示をされます。それから、こちらがショットボタンですね。押すと、ジェット突出をします。でモード切り替えをするモードボタンですね。から隣が、フルードボタン、これは液圧をオンオフするためのボタンです。その隣がアドボタン、1ショット目に、量が少ない時にこちらを入力して量の補正をかけることができます。でこちらが、ショット回数、今のモードなどを表示する画面になります。でオンタイムとオフタイムですね。オープンタイム、クローズタイムで、オープンタイムがオン時間、クローズタイムがオフ時間、2つを合わせてワンサイクルになります。でこちらが、フルードプレッシャー、液圧を調整するためのノブになります。ここで調整した液圧はこちらに表示されます。音調の使い方を説明します。音調は、液剤の粘度が高いときに、液剤の粘度を下げる目的や、一定の温度に保つことによって液剤の状態を一定に保ち定量突出を助けるという役割があります。温度コントローラーはこちらの部分になります。上下の矢印で、温度の調整をします。長押しすることによって早く温度が変更されます。ファンクションキーを長押しすることによって、オートチューニングが開始されます。より正確に、温度を設定することができます。続いてバルブプレッシャーの説明をします。バルブプレッシャーはこちらで調整してこちらに表示がされます。バルブプレッシャーの役割は、ジェットのインパクト力を調整するために、設定をします。こちらのノブを、時計回りに回すことで圧力をかけることができます。今回はコンマ38メガに設定してみました。バルブプレッシャーなんですけども、粘度の高いものでインパクト力を強めたいときには、上げる方向で調整をします。粘度が低くて、飛散などを抑えたいときには下げる方向に調整をします。続いて液剤の圧力を調整します。フルードプレッシャーのこのつまみで調整をして表示はこちらにされます。時計回りに回すことで圧力をかけることができます。今回はコンマ1メガに設定します。液剤の粘度が高いときには上げる方向に調整をします。液剤の粘度が低いときには、下げる方向で調整をします。モードボタンの説明をします。このモードボタンを押すたびにモードを切り替えることができます。ここに数字が出ている状態が、ショットカウントモードです。表示されている数字の数だけショットを打ちます。横矢印で点滅をさせて上下ボタンでショット回数を変更することができます。この場合は5ショット、ショットボタンを押すと5ショット、もしくは外部の入力信号で5ショットを打つことができます。もう一度モードボタンを押すと、横棒になります。この表示の場合は連続ショットモードになります。オープンタイムとクローズタイムの
サイクルで、連続突出を行うモードです。もう一度モードボタンを押すとオープンクローズモードに切り替わります。クローズ、今この表示はクローズです。閉じている状態です。パージをするときなどにはショットボタンを押すことで開きっぱなし、バルブのストライカーを開きっぱなしにすることができますので、液剤を、パージすることができます。もう一度ショットを押すとクローズになり、ストライカーを閉じることができます。モードをもう一度押すとショットカウントモードに戻ります。続いてフルードボタンの説明をします。フルードボタンはこちらです。このボタンを押すことによって、先ほど調整したフルードプレッシャーの液圧ですね、オンオフをすることができます。今この状態でオフと数字の点滅の状態は、シリンジタンクに液圧がかかっていない状態です。一度フルードボタンを押すことによって液圧をかけることができます。この時にオフの表示が消えます。液剤の交換などの時に液圧を切りたい時には再度フルードボタンを押すことによって液圧をオフすることができます。液剤の交換をし終わったらフルードボタンを再度押すと液圧をかけることができます。続いて、オープンタイムとクローズタイムの設定をします。オープンタイムが、突出のオン時間、クローズタイムが休止時間になります。調整方法はこちらの横の矢印で、調整したい部分を点滅させます。上下のボタンで数字を変更します。2.5 ミリセックのオープンタイムです。再度横矢印を押してクローズタイムを点滅させます。上矢印で調整します。クローズタイムは3ミリセック、2.5 ミリセックオンタイム、3ミリセッククローズタイムでトータル、5.5 ミリセックサイクルのワンサイクルショットになります。続いてアドボタンの説明をします。アドボタンはこちらです。アドボタンは最初の1ショット目が小さくなってしまうとき、捨て打ちが必要なときなどにアドボタンで調整をしておくことによって1ショット目を他のショットと同じサイズに補正をすることができる調整ボタンです。一度アドボタンを押すと ADD という表示に変わりオープンタイムが点滅します。上下の矢印でオープンタイムを調整します。先ほど 2.5 でしたので、1ショット目を少し大きいサイズにするために 3.5 に設定しておきます。再度アドボタンを押すことで登録が完了です。それではテストショットをしてみましょう。今オープンタイム 2.5 クローズタイム3の状態で5ショットを打つという設定になっています。ここでショットボタンを1回押すと5ショット、オープンクローズのワンサイクルを5回行います。ショットカウントを1にするとワンサイクル分だけ動作します。連続で突出をしたいときはモードボタンで連続突出モードに切り替えてショットボタンを押すことで連続突出が可能です。それでは、先ほど設定した、この突出パラメータを、レシピに登録をしていきます。モードを長押しすることで通常モードから詳細設定モードに移動することができます。詳細設定モードでモードボタンを押すとセーブ、ロード、カウント、ファンクションという4つのモードに切り替わります。レシピを登録するにはセーブを選択します。
上下ボタンでプログラムを切り替えることができます。プログラム0、PG0 が先ほど設定した通常使っているプログラムになります。プログラム1、2、3にそれぞれレシピを格納することができます。それではプログラム1に先ほど作成したレシピを登録してみましょう。まず上下ボタンでプログラム1を表示させます。アドボタンを長押しします。セーブが点滅しますので点灯するまで押し続けてください。セーブが点灯するとプログラム1番に先ほどのレシピが登録されます。プログラム1番を使うことによって5ショット打つことができます。別のプログラムで連続突出モードを使いたいときには一度モードを戻って連続突出モードに切り替えておきます。ショットカウントの間隔を変えたいときには再度調整をしておきます。この状態で再度セーブモードに入ってから今度はプログラム2番に先ほどの設定した値を登録していきます。プログラム2番を表示をさせて ADB ボタンを長押しします。セーブが点滅します。点灯するまで押し続けるとプログラム2番に先ほどの連続突出が設定されます。プログラム1番は5ショットモード、プログラム2番は連続突出モードという2つのプログラムが登録されました。これは、手動で変えることもできますし外部信号で切り替えることもできます。手動でプログラムを切り替えるときの方法を説明します。詳細設定モードのロードを出します。ロードで、現状のプログラムを一度確認します。プログラム0が現在使われているプログラムのレシピ内容です。ここを切り替えるときに、プログラム1番を使いたいというときには、プログラム1番を表示をさせてアドボタンを長押しします。ロードが点滅します。点滅が点灯に切り替わると現在使用している PG0 のプログラムが切り替わります。これで3つのプログラムから手動でプログラム切り替えをすることが可能になります。続いてカウンターモードの説明をします。詳細設定モードの時にモードボタンを押していくとカウントという表示になります。これがカウンターモードです。上の段と下の段で、それぞれ、カウントをしていきます。上の段がリセット可能なカウンター、下の段がリセットできないカウンターになっています。ショット数をそれぞれカウントしています。通常のモードで突出を5ショット打つとカウンターが上がっています。このカウンターを目安にして、消耗品の切り替えなどを行います。カウンターのリセットをするには ADD ボタンを長押しします。点滅が点灯になるとカウンターはリセットされます。続いて圧力の警告設定をします。モードボタンを長押しすると詳細設定モードに入ります。
モードを3回押してファンクションを表示させた状態でアドボタンを長押しすると警告設定に入れます。 pH でバルブの表示の時には、バルブの、駆動圧上限が設定できます。上下ボタンで調整をします。モードボタンを押すことで加減値 PL で加減値が設定できます。上下ボタンで設定します。再度モードボタンを押すとフルードプレッシャーの上限値が設定できます。さらにモードボタンを押すとフルード設定の加減値が調整できます。各上限値下限値は IO から、アラーム出力ができます。モードボタンを長押しすることで一つ上の詳細設定に戻り、再度モードボタンを長押しすることで通常の使用表示に戻ります。使用していただく上で注意点があります。1つ目はノズルの交換の方法です。ノズルを交換するときには必ず突出バルブストライカーを開いた状態で交換をしてください。開き方はモードボタンでオープンクローズモードにして、ショットボタンを押してオープンにします。この状態で専用工具を使ってノズルを交換します。専用工具はこちらになります。バルブヘッドに付属されています。こちらでひねることによって先端のパーツが取れます。ここを外してノズルを交換します。必ずオープンの状態で行ってください。バルブの損傷を防ぐためになります。もう一つの注意点は、コネクターの抜き差しです。電気線コネクターの抜き差しについては必ず本体背面の電源をオフにしてから抜き差しを行ってください。基板を損傷する恐れがあります。本体背面の電源をオフにします。通電がされていない状態でコネクターを外します。